こんにちは。今回はこちらの100円ショップセリアの毛糸で、羊ちゃんナチュラルを使って流行りのベストをご紹介します。糸は中細糸を使用しました。カラーナンバーは4番でウール 100% 1玉 25g の糸になります。ゲージはメリアス編み標準ゲージで24目34段です。編み方は以前ご紹介したダイヤの模様編み、こちらの動画を見てお編みください。作品がこちらになります。棒針編みでひし形の模様編みをまっすぐ編んで2枚肩で剥ぎ合わせた簡単なものになります。この身幅は60センチになります。で、首の周りはだいたい22センチで、頭がちょうどはまるぐらいになります。割と小さめかと思います。襟ぐりをもうちょっと幅を出したかったら肩の部分の目数を、減らせばいいと思います。肩の部分が20センチぐらいになります。なので袖の部分が10センチぐらいあると思います。この袖もいらなければこのダイヤの一模様が12目なので、12目間隔で目を減らせばいいと思います。で、丈は48センチぐらいになります。で、ここに脇にスリットが入っている、ちょっとトレンドを取り入れた作りになっています。だいたいここのスリットが15センチぐらい、15センチ6センチぐらい入っています。で、脇を18センチぐらい、閉じました。腕の周りは、この平置きで20センチぐらいになります。そんな大きく開いてる感覚がない感じで、開いています。後ろも前もない感じで、切れますので、増減もないので、初心者の方には、作りやすいベストになっていると思います。ではご紹介していきます。作り目は
鎖編みで別糸で編みました。使用かぎ針は6号 3.5mm のかぎ針で鎖目編みで132目作り目を編みました。で、本体の模様編みは棒針4号針 3.3mm の4号針で編みました。もしこちらの6号針のかぎ針がなければ、もし4号とか5号とかだったら、鎖を緩く編んでからこの模様編みを編んでいけばいいと思います。で、132目模様を編むと、この身幅がここからここまでだいたい62センチになります。だいぶ幅のある身幅になっています。袖を出したかったのでこのぐらいの身幅になりましたが、あまり別に袖を出さなくてよければ、こちらの模様が1模様12目になるので、12目ずつこの隅を目数を減らして作り目で減らした作り目で、編んでいけばいいと思います。このように作り目を132目編んで2段メリヤスを編んで模様編みは166段編んで全部で168段編み進めました。そうするとここから始まるこのダイヤの模様が1、2、3、4、5、6、7つ目の2目一度を編んでメリヤス編みを1目編んでまた2目一度の模様編みを編んで、裏側からメリヤス編み、裏側で言うと、裏目で1段こちらに戻ってきて終わっている状態になっています。こんな感じで模様編みのなのでここからダイヤの模様が22段まで編んできた形になります。で168段まで編んだら同じものをもう一つ編んでください。そしたら一度この編み地をアイロンスチームを当てたいと思うので、目を休めたいと思います。このような、安全ピンの大きいやつみたいなこういうのがあるんですけど、これで目を休めて
スチームをかけたいと思います。このようなものがない方は、とじ針で別糸でこの目を拾って休めればいいと思います。袖の部分は42目休めます。でこの、襟の部分は48目、またこちらの、袖の部分は42目で、別々に3箇所別々に休ませようと思います。このように、棒針をたくさんお持ちの方は棒針で目を休めてもいいと思います。ではスチームをかけていきます。このように目を休めたら、この肩の部分をかぶせはぎしていきます。中を表にして、裏地が表に来るように、このように合わせて、手前の目から向こう側の目を、引き出していきます。一番、難しいな。このようにやって、この奥の目を手前の目に引き出していきます。中をくぐって引き出します。はい、このように、42目、こっちの前身ごろから後ろ身ごろの目を引き出してきました。そしたら、こっちの後ろ身ごろで残って編み終えた糸端を使って伏せ止めをしていきます。表目編みを2目編んで伏せていきます。次からは1目編んで1目編んで伏せる、1目編んで伏せる、これを繰り返し最後まで編んでいきます。で、同じように、こっちの、肩はぎも同じように、始末してください。こっちの肩も同じように、かぶせはぎで、
閉じていってください。こっちの場合は糸端がないので付け足して、こちら側から、かぶせはぎをしていってください。はい、42目かぶせ終えたらこのように糸を引き出して、この襟のところにこの糸を使いたいので、3倍分の糸端を取って糸をカットしてこのようにこれで、肩ができました。こちらも同じように、剥いでください。はい、このように両肩を、かぶせはぎで、このように剥いだら、この、糸始末を余分なこの糸端とかを、始末します。後でこの、肩の周りとか首の周りとか使う糸端は取っといて、それ以外は、とじ針で糸始末してください。このように、編み目にこんな感じで始末すればいいと思います。少し戻って糸をカットします。はい、肩を剥いだら次は脇を閉じます。この、腕のところ、ここから肩からだいたい、19センチぐらい降りたところに待ち針で印をして、ここから18センチぐらい脇を閉じていきます。閉じ方はそのまま、引き抜き閉じで閉じていきます。かぎ針で6号針のかぎ針で閉じていきます。一目内側あたりを、針を刺して、引き抜いていきます。2目取ってこのように引き抜いていきます。
こんな感じで閉じていきます。最後まで来たら目を引き抜いてそのまま、糸を引き出して、それでこれで終わります。ここからここまで引き抜き閉じで閉じてきました。そしたら、反対側も同じように閉じてください。こちらの糸端は、袖で使えそうなのでそのまま残しておきます。こちらの糸端は、端に、縫い付けて始末します。次は襟ぐりを編みます。このように4本、前身ごろ2本、後ろ身ごろ2本、4本の棒針に目を移しました。48目、前48目、後ろ48目になります。そしたらこの肩を剥いだところの最後のこの目から1目こちらの一回このようにひねってこのように目を移します。こちらも48目目の後にこの肩の最後の目、この目を拾って、後ろ身ごろも同様にこの、肩の部分の最初の目のところから1目ずつこちらとこちらも移しておいてください。はい、そしたら、全体で100目になりました。そしたらこの、肩で剥いだ残った糸端で、この首周りを引き抜いていきます。これが、拾った目です。このバッテンになるように、このように針を入れて、表編みを1目編みます。そしたら、この、休めていた最初の目になるんですけど、ここも表を1目編んで、そしたらこのように目を引き抜いていきます。次から1目ずつ目を引き抜いてこのように編んでいきます。こんな感じで引き抜いていきます。
でぐるっと引き抜いていくんですけど、この、肩の部分で、針に移した目のところは先ほどみたいにバッテンになるようにしてから、表目編みを編んで糸を引き抜いていってください。はい、最後の目も、拾った目をこのようにバッテンに交差させて、表目編みを編んでからこのように伏せて終わりました。そしたらこの、糸端を引き出してで、とじ針で最初の、目の部分にこのちょっとそれっぽい鎖の目のところに針を入れて、また元にこのように戻して鎖にしたら、後ろの方でこの編み目に針を通してこんな感じで糸端を始末してください。この、肩はぎのこの耳のところに今、針を通して始末しています。はい、このように襟ができました。そしたら今度はこの、腕の腕ぐりのところをこの、脇を閉じた余りの糸端で始末します。ここは細編みを一周表を見て編めばいいと思います。かぎ針で、4号針、だとちょっと細い感じがするので、6号針で一段この端の目を拾って立ち上がり、鎖一目編んで、この、糸が釣れないように加減しながら編んでいきたいと思います。この鎖のこの大きさを見ながら緩くならないようにまたつらないようにこんな感じで編んでいけばいいと思います。はい、そしたら腕回りをぐるっと細編みで編んできました。そしたら、糸の始末をする分だけ糸を引き出してカットしてとじ針で最初の目に
針を通してこのようにしてから、この脇の部分の耳のところに糸を始末します。はい、適当に、始末したら糸をカットして、こんな感じで後でスチームを当てて形を整えます。たら反対のこちらも、肩はぎの終わった糸がこのように余ってるので、これでぐるっと表を見て細編みで一段編んでいきます。はい、腕周りをこのように最後仕上げたら、最後はこの裾の部分を仕上げていきます。この裾の部分別糸で編んでいたので、このように棒針に移し替えて、そしてこの脇から脇のこのスリットのところから編んでいきます。ここのスリットの部分は先ほどのこの、腕周りのところと同じように、この6号針 3.5mm の6号針でだいたい1段おきに細編みを編んでいきます。そしてこの角に来たら1目の中に2回細編みを編みます。そしてここからは引き抜き編みで先ほどのこの襟のところ、襟のここのところと同じようにかぎ針でもいいんですけど、この棒針でまた表目編みを編んでから、目を移す感じで、目を伏せていってください。ではここまで、スリットのところからここまで角のとこまで編んでいきます。このように、一目内側を針を入れて糸を引き出して一目編んで、すぐ隣の目にまた針を入れて糸を引き出して細編みを編みます。そしたら一目だいたい飛ばして細編みを編んでいきます。はい、この、脇のところからだいたい24目
くらい細編みを編んできました。で角に来ました。そしたらこのかかってる目の下のところにまた細編みを編んでもう一回編もうと思います。はい、2目入れて、そしたらこの、裾の目を今別糸で、かかっていた目ですけど、この目を拾ってでこのように伏せていきます。かぎ針だとちょっと太いかもしれないので、この4号針の棒針でこのように伏せていきます。はい、最後に、スチームを当てて形を整えて完成になりました。簡単な、作りになっていますので、是非、今期編んでみてはいかがでしょうか。裏を表にしても面白いかもしれません。